こんにちは、静かな独り言です。今回はフリルフレームのガマ口を紹介します。フリルを周りにだけ編むことで、真ん中にお気に入りのタグやパーツを飾ることができます。フリルで覆われているので、持った感じとてもしっかりしています。表の華やかさが特徴のガマ口ですが、裏はこんな風にフリルで埋め尽くしてしまいました。中心にはフリルで編んだお花があります。今回は糸の太さとかぎ針の号数、段数を同じように編むレシピになっています。ぜひ一緒に編んでみてくださいね。紫のポーチはおなじみのセリアのきらめきコットンカラーナンバー3番。指定かぎ針が3から5号となっているので、今回は4号針で編んでいます。この動画で使用する糸も同じくきらめきコットンのカラーナンバー1番アイボリーです。他の糸を使用する場合は4号針の指定のあるものを選んでいただければと思います。そしてセリアの口金です。65mm のものを使用します。口金を取り付ける際には固定針があると便利です。では早速編んでいきましょう。ベースの円の編み方をフリルフレーム側で編んで説明していきます。作り目です。糸を2回輪にします。輪に針を通し糸をかけてきて鎖編みを1回します。輪に細編みを6回編み入れます。細編みが6回編めたら輪を引き締めていくので多めに糸を引き出し一旦針を置きます。最初の細編みの目をつまみます。はじめに下になっている方の輪を引き締めます。そして糸端を引っ張ります。これで輪が引き締められました。針を戻します。最初の細編みに針を通し引き抜き編みをします。作り目ができました。立ち上がりの鎖編みを1回して2段目です。1目目は鎖編みの根元に針を通し細編みを2回編み入れます。糸端は編みくるんでいきます。増し目の1目目にマーカーを入れておきましょう。次の目からも1目に2回ずつ増し目で1周編んでいきます。1周編んできてマーカーのところに引き抜き編みをします。2段目は全部で12目になりました。1周編みくるんできた糸端は少し引き締めてカットしておきます。立ち上がりの鎖編みを1回して3段目です。根元に細編みを2回編み入れます。増し目の1目目にマーカーを戻しておきます。次の目に細編みを1回編み入れます。次の目からも増し目1回を繰り返して1周編んでいきます。
最後増し目の後細編みを1回編んで終わります。マーカーのところに引き抜き編みをし、3段目は18目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回して4段目です。鎖編みの根元に増し目をします。増し目の1目目にはマーカーを戻しておきます。次の目から2目は細編みを1回ずつ編み入れます。次の目が増し目です。次からの2目は1回ずつです。4段目は増し目、2目は1回ずつを繰り返して1周編みます。最後も増し目の後2目は1回ずつ編んで終わります。マーカーのところに引き抜き編みをして4段目は24目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回して5段目です。5段目は最初の3目は細編みを1回ずつ編み入れます。最初の1目目にマーカーを戻しておきます。次が増し目です。次から3目は1回ずつ増し目を繰り返して1周編んでいきましょう。3目は1回ずつ編み入れてきたので最後の目は増し目になります。マーカーのところに引き抜き編みをして5段目は30目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回して6段目です。6段目は最初から2目は1回ずつ編み入れます。1目目にはマーカーを戻しておきます。次の目が増し目です。そして次から4目は1回ずつ増し目を繰り返し1周編みます。最後増し目の後2目に1回ずつ編み入れて終わりになります。マーカーのところに引き抜き編みをして6段目は36目になりました。フリルフレームは7段目8段目でフリルを編みつけるので筋編みの細編みで編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを1回して7段目です。筋編みは奥の半目に針を通します。増し目をします。増し目の1目目にマーカーを戻しておきます。
次からの5目は細編みを1回ずつ編み入れます。その後も増し目5目は1回ずつを繰り返して編んでいきます。最後は増し目の後5目は1回ずつを編んで終わりになります。マーカーのところに引き抜き編みをし、7段目は42目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回して8段目です。8段目は1周筋編みで編んでいきます。最初の4目は細編みを1回ずつ、最初の目にマーカーを戻しておきます。次が増し目です。次の目から6目は1回ずつ増し目を繰り返して筋編みで編んでいきます。最後増し目の後2目は1回ずつを編んで終わります。マーカーのところに引き抜き編みをして8段目は48目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回し9段目です。細編みを最初の2目に編み入れます。1目目にはマーカーを戻しておきます。次が増し目です。次から7目は1回ずつ編み入れます。そしてその次が増し目。9段目は7目は1回ずつ増し目を繰り返しながら1周編んでいきます。最後増し目の後残りの5目に1回ずつ編んで終わりになります。9段目は1周が54目になりました。完成したベースは直径約8センチ、口金は 6.5 センチですが、今回のガマ口はベースが少々大きくても問題ありません。糸始末をします。もう1枚総フリル側のベースを編んでいきますが、フリルフレームのベースを編んだ同じ円の編み方で2、4、6、8段目の偶数段を筋編みで編みます。私はフリルフレームと総フリルの組み合わせで作りましたが、表も裏もフリルフレームで仕上げても可愛いし、表も裏も総フリルにしても可愛いと思います。お好きな組み合わせで編んでみてくださいね。
総フリルの方のベースを2、4、6、8段目で筋編みで編んできました。これでベースが2枚揃いました。立ち上がり部分を揃えて裏同士を合わせます。仮止めします。立ち上がりが上か下に来るようにすると完成時の仕上がりが自然です。そしてこんな風に口金を置いてみると円の中央ぐらいに口金の関節部分が来るので、編み合わせる部分を一旦仮止めします。円の最後の9段目は1周が54目で終わっているので、左右のマーカー間はその半分の27目になるように数えて合わせておきましょう。口金に収まる部分以外27目数えたところを編み合わせていきます。この部分をすべて細編みで編むと突っ張ってしまいます。10段目として編んでいきましょう。1目目に針を通し立ち上がりの鎖編みを1回したところです。まずは根元から8目に細編みを1回ずつ編んでいきます。糸端は編みくるんでいきます。2枚同時に編めているか確認しながら編んでいきましょう。糸端は軽く引き締めてカットします。8目編んだので次は増し目です。編み合わせは8目は1回ずつ増し目を繰り返してマーカー間を編んでいきます。半円に設定しているので8目は1回ずつ増し目を繰り返し編んでいくと最後は増し目で終わります。糸始末をします。フリルを編みましょう。まず外側のフリルの編み方です。私は立ち上がりの隣から編みますが、フリルはどこから編んでいただいても大丈夫です。一応最後の目も確認しておきます。筋編みに針を通し糸をかけてきて鎖編みを2回します。立ち上がりの鎖編みの根元に長編みを3回します。糸をかけて針を通し糸をかけて持ってくる、糸をかけて2本引き抜く、また糸をかけて残りの2本を引き抜く。最初の長編みの頭にマーカーをします。同じ目にあと2回長編みを編み入れます。
1周すべての目に長編みを3回ずつ編み入れていきます。糸端はいつものように編みくるんできたのでカットしておきます。1周編んできたら糸始末をしてしまいます。内側のフリルの編み方です。筋編みに針を通し糸をかけてきます。立ち上がりの鎖編みを1回します。その根元に細編みを1回編み入れます。そして鎖編みを3回、最後に同じ目に細編みを1回編み入れます。これを繰り返し編んでいきます。次の目に細編みを1回、鎖編みを3回、同じ目に細編みを1回、1周編んでいきます。ある程度編みくるんできた糸端はカットしておきます。1周編んだら糸始末をしてしまいます。総フリルの方の編み方です。2段目以外の筋編み4、6、8段目の筋編みに外側のフリルの編み方で編んでいきます。2段目の筋編みには内側のフリルの編み方で編みます。編んだフリルが邪魔にならないように外側のフリルから編むと編みやすいです。内側のフリルも編みましょう。総フリルの方の内側のフリルを編むとこんな風にお花みたいになります。口金を固定針で仮止めしていきます。口
口金の関節部分から固定しましょう。左右同じように取り付けられているか確認しながら固定します。この形のガマ口は片面ずつ固定すると向かい合わせになった編み地をきれいに合わせられるような気がします。完成が歪まないように何度も確認しながら固定する位置を微調整しています。片方の固定ができたらもう片方も留めていきます。早送りでお送りしていますが、実際5分ぐらいかけて微調整しています。満足に固定ができたので縫い合わせていきます。固定針の使用方法や細かいポイント、縫い方の説明や私が使用している糸の紹介は別の動画で説明していますので、そちらをご覧ください。フリルフレームを飾っていきましょう。こちらのハンドメイドのゴールドタグはよくお問い合わせをいただいているものです。こちらはシーインで購入したパーツです。メタルタグハンドメイドと検索すると出ると思います。編み目に差し込んで左右から折り込んで留めています。フリルフレームはタグだけではなくチャームパーツを飾っても可愛いと思います。在庫に眠っていたメタルパーツ、とても合います。組み合わせても可愛いです。布タグにすると温かい雰囲気に。リボンにしてもガラリと印象が変わります。迷いに迷って結局ハンドメイドタグにしました。そして4号針指定の違う糸で試しに編んでみましたが、こちらもとても可愛いです。使用した糸の詳細は概要欄に記載しておきます。今回も動画を見てくださりありがとうございます。この動画を参考にしてくださった方はハッシュタグ静かな独り言とつけて SNS に投稿してくださると私も見に行けますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画や作品についてのコメント、そしてグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。